ご理解第20節。この方が天地金の神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑うて聞かぬ者は是非に及ばず、かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。めいめいにこうもって合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は親も仕方があるまいが。このご理解は、信心のないものに対するものとばかりは限らない。信心しながらも教えをいただかず、教えを守らないなら、親の言うことを聞かぬも同じこと。なぜ聞けんのか、それは合点がないからです。合点とは親心との一致点がないから、親の心がわからないから。親の心がわかれば、親不孝はできぬ。神の心がわかれば、信心せずにはおれぬ。親の心がわかればと、また、神の心がわかればとおっしゃっておられます。合点をするとも、いわゆるわかる、理解するということだと思いますね。天地の道理ということを申されます。その天地の道理が分かれば楽になります。今までどうしてと思っていたことが、なるほどということに合点がいきます。その合点がいかないのは、その基本的なことが分かっていないからということではないでしょうかね。昨日はある方から電話がありましたが、そのパソコンのことで、昔作った文章が見当たらない。どっかに行ってしまったというのか、消えてしまったというのか、ということだったのですね。その作った文章をドキュメントというところに入れていたはずだけども、その中にないというわけです。それで、電話口でしたけれども、あそこをダブルクリックしてください。ここをウィンドウを開いてくださいとか、いろいろ、そしてまた、左の欄には何が見えますかとか、右の欄にはどういうものが表示されていますかとか、いろいろお尋ねしながら、やっと分かったことは、その方がいわゆるパソコンのファイルシステムということに対してあまり理解しておられないということでした。いわばある意味基本中の基本が分からずにパソコンを触る。そうですね。普通に文章を作っていわゆるデスクトップに保存しておけばそれでいいわけですから。何か作業をするでもそのデスクトップにあるのを作業すればそれで済むわけですから。長期にわたって使うとか、昔作ったのはどこに置いといただろうかとか、そういうことにあまり頓着なく、今使えるものを使っているというような使い方では、パソコンのその基礎というものができておりませんから、作ったものがどこに格納されているのかが全くわからないわけですね。ちょうど引き出しに例えられますね。引き出しの中にフォルダを作ってそこに格納するといったような。その方はドキュメントというところに入れておいたと言われるのですね。ところがよくよくいろいろ操作をして聞いてみますと、そのドキュメントというのがいわゆるそのユーザーの下にあるドキュメントと、もう一つワンドライブといういわゆる一つのフォルダーですね。
その中にまたドキュメントという、同じドキュメントというフォルダーが2箇所にあることが分かったのですね。ただパソコンの画面に表示されるのはドキュメントというそれだけなのですけれども、それはショートカットですね。いわゆる本体、実体はそこにはないわけです。実体はやはりパソコンのファイルシステムが少し分かりませんと、どうなっているのか理解ができません。それで同じドキュメントという、引き出しですね。それがそのまた上のタンスといたしましょうか。その別々のタンスの中の引き出し、同じドキュメントという名前をつけた引き出しが別々のタンスの中にあったわけです。その別々のタンスがあるということがまず分かられないのですね。分かっておられなかったわけです。昨日やっと少しは分かられたようでしたけれども、その同じドキュメントというフォルダーが別々の場所にまたあったということなのですね。ですから2つのドキュメントというフォルダーがあったわけです。これからはどちらのドキュメントに入れられたのかよくよく覚えておってくださいということでしたけれども、それはパソコンのファイルシステム、ファイルの構造という基本的なものが分かっていないからおろたえてしまうわけですね。私どももその天地の道理というものが基本中の基本がはっきり分かっていないから、何かあった時におろたえてしまう。では天地の道理の基本中の基本は何だろうかと思いますね。それはやはり師匠が教えてくださる成り行きは神様の働きです。これが天地の道理の要だと思いますね。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただく者にとっての第一の天地の道理、それは私どもの身の上に起きてくるその事柄、成り行き、それは神様のお働きである。それも私ども人間氏子をどうにかして幸せにしたい。それこそ億年かけてでも幸せにしたいという神様のその親愛の現れであるという、ここがまず天地の道理としてしかと認識というのでしょうか、分かっていなければならないところだと思いますね。そこの理解がないから、いわゆる合点がないからおろたえてしまうということになりますね。どうでもやはり基本中の基本、成り行きは神様のお働きである。人間氏子を幸せにしたい、そのための神様のお働きであるということをしっかり天地の道理として理解、また腹の中にドンと入っていなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。